アニュアセヨ。今回は見どころと美味しいものがたくさんのソウルで、まずは押さえたい場所を詰め込んだソウル1日ツアー入門編です。旅の参考にバーチャルソウル旅行にお楽しみいただければ嬉しいです。アニュアセヨ、こんにちは。韓国在住ローカルグルメ YouTuber のカオです。今回はソウル1日ツアー入門編ということで、ソウルに来たらまずは訪ねてみたい王道のスポットと、それからご飯は本場の美味しいものを食べてほしいので、観光客向けじゃないけれど観光客でも入りやすい地元の食堂を厳選して、それを組み合わせて1日でギュギュッと回れる欲張りプランを作りました。もし自分のソウル初心者の友達が遊びに来たらどこを紹介しようかなといろいろ考えて作ったプランなので、今日は一緒に回っていきましょう。韓国はずっと前からカード社会で、交通カード機能もついているので、私も普段現金を持たずに外出することの方が多いんですが、今回は旅行者でもそれと同じようにカード決済と交通カード機能を使えるワウパスを使って1日完全キャッシュレスで巡っていこうと思います。では出発。ではまず韓国旅行がとてもスムーズになるワウパスをサクッと作ります。観光地や主要交通機関に多数設置されている専用機械で、パスポートと両替する現金だけあれば OK。 3分ほどで完了します。詳しくは動画の最後で解説します。今日のコースはウルチロサガ駅から出発。ソウルが本場のスープソンロンタンの朝ごはんを食べに行きます。ここはソウルの中でも特に歴史のある創業72年の老舗で、店舗はソウル未来遺産にも指定されています。100% 韓国牛を煮出したスープと手作りのキムチが自慢。양지 솔런탄 주세요. 보통塩で味を整えて、中にはそうめんと薄切りのゆで肉、いい具合に発酵したあっさりキムチ、うまみは濃厚だけど重くない優しい味わいのスープ、つるつるっとすする麺も朝ごはんの気分にぴったり。噛みしめるたびに肉のうまみが感じられるゆで肉。美味しいスープの店はキムチにもこだわりあり、辛すぎないキムチとご飯の組み合わせもしっかり楽しむ。スープをちゃんと味わってからご飯投入。美味しいスープでサラサラにほぐれたご飯。一杯で麺もクッパも楽しめるソンロンタンはハイブリッドなスープだ。今日はたくさん食べ歩くのでお腹にたまりすぎないのもいい。昔ながらの雰囲気の中、ソウル伝統の美味しいソンロンタンを食べられるお店です。最後はキムチも一緒に。ごちそうさまです。食べ終わったらプラプラ歩いてソウル市民の憩いの場チョンゲチョンを眺め、徒歩5分のクァンジャンシジャンへ。100年の歴史を持つクァンジャンシジャンは、ずらりと並ぶ屋台で食べるローカルグルメやユッケで有名なソウル観光には外せない場所です。日中はとても混雑しているので人混みを避けて朝一で来ました。朝のカンジャンシジャンはまだ閉まってる店も多いんですけども、8時半か9時ぐらいに来るともう割といくつか開いてるお店があって、一通りのクァンジャンシジャングルメは食べられるようになっています。この時間帯に来るとまだ旅行客もすごく少なくて静かで
なのでちょっとすっぴんの以前の姿のクァンジャンシジャンが垣間見えます。緑豆チヂミや麻薬キンパの店、屋台なども開いていますが、今日は昼間はいつも行列のユッケ通りでユッケを食べます。ここではユッケと生レバーと千枚盛り合わせハーフサイズで注文。卵黄を割って下に忍ばされた梨の千切りと一緒に、新鮮な肉にまろやかな卵黄、ほんのり甘い醤油タレとごま油のいい香りが絡んでいる。梨は自然な甘みを添えてくれるほかにも、その酵素が肉の消化を助けてくれる。生レバーはごま油に塩を加えたタレで、つるんと滑らかな食感、ほのかな甘みとコクのあるレバー、ごま油の香りが鼻に広がる。クァンジャンシジャンにはユッケ屋さんが何軒もありますが、価格帯はだいたい同じで、店ごとにユッケを使ったオリジナルメニューがあったりと、メニュー構成が少しずつ違います。この店は朝9時から開いているのと、生レバー盛り合わせにハーフサイズがあるのが嬉しい。ワウパスで支払うとアプリに通知が来て、アプリ内ですぐに残高も確認できます。市場内を探検、台所道具、餅屋、お土産、カバン、伝統的な布製品、漆器やサムゲタン作る時の布の袋、地元の人が利用するエリアも。ここは主に市場で働く人たちがご飯を食べるところで、朝早くからやってます。市場を一通り見て回ったら、バスに乗って次の場所に向かいます。ワウパスをピッとして、韓国旅行でバスに乗れるととてもコスパが良くて便利です。バスに乗るには、1、地図アプリでルートを検索。2、バスの番号を確認して乗車。3、乗るときと降りるときにカードをタッチ。難しいのは降りるタイミングですが、地図アプリで現在地を確認しながら行けば大丈夫。次で降りるというときに下車ボタンを押して、ワウパスをピ。以上です。今回はもう一本乗り継いで、キョンボックンのお隣、国立民族博物館へ。私が民族博物館を好きな理由がいくつかあるんですが、一つ目はキョンボックンのすぐ隣にあって自然が多くてすごく気持ちがいいこと。2つ目は屋外に近代韓国の建物や街並みが復元してあって、それがすごく面白くて好きです。こちらは1848年建築、2010年に寄贈・移築された韓国南部キョンサン北道の民家です。家で使われていた生活用品も調査収集され展示されています。こちらには1970年、80年代の様子が再現されています。小学校、文具店、スーパー、中の商品など細かいところまで再現された映画セットみたいで見応えがあります。床屋さん、喫茶店、写真撮影も楽しい銭湯、
こんな感じで博物館に入る前にかなり遊べます。館内は残念ながら撮影禁止でした。3つ目は展示が韓国の生活に密着した展示ばかりで、韓国の伝統的な生活を目の当たりにできるのがすごく面白いです。そして4つ目は中のミュージアムショップを覗くのも楽しみです。では見てきます。行ってきます。博物館の東側には朝鮮時代に王族や貴族が住んでいた伝統家屋ハノクが密集するプクチョンがあります。いろんなショップを眺めつつ高台の方に向かっていくと、ハノクを改装したお茶屋さん、小さな博物館などが点在していて、思わず写真を撮りたくなるスポットもたくさんあります。風景を楽しみながらブラブラ歩いてお昼ご飯の食堂に向かいます。お昼ご飯は地元の会社員からも人気のこのお店、一人でも食べられるゆで豚定食、ゆで豚に濃厚キムチ、天ジャンチゲ、サラダ、チャプチェ、蒸した卵など、並んだ料理を見るだけで嬉しくなるような定食です。天ジャンチゲで食欲増幅してから、まずは肉だけでオキアミの塩漬けをつけてうまみアップ、肉の消化を助けます。油が落ちてさっぱりと茹で上がった豚肉、次はこの濃厚なポッサムキムチと合わせてこの組み合わせ最強です。合間につまむおかずもいい味。チャプチェおいしい。サンチュに肉、味噌、青唐辛子、ポッサムキムチ、巻いて。味の調和を楽しむため一口で食べるのが鉄則です。ちょっと苦しいけど、もう一度肉、味噌、青唐辛子、ポッサムキムチ、もちろん生ニンニクも入れると最高です。魚醤のうまみが濃いキムチが主役になって肉や野菜の味が混然一体になる。肉とキムチ、そこに白ご飯、ゆで豚、キムチとチゲにおかずも充実、ボリュームたっぷり、お一人様も OK で大満足の定食です。お友達と割り勘の時はアプリ同士で送金できる機能もついています。たくさん歩いてご飯も食べて食後の一杯と行きたいところ、観光地の人混みを避けてちょっと静かな路地のカフェへ。木を主体にした落ち着くインテリア。アイスラテ네. 드시고 가시나요? 네.冷たいラテで一息ついて体力充電します。少し歩くと100年前に形成された古民家エリアに個性的なショップやカフェが集まり、観光客でにぎわうイクソンドン。そしてお隣の伝統工芸と土産物の町インサドンに向かいます。ここのナゴンサンガの向こう側に行くとインサドンですが、もしちょっとディープな探検を楽しみたいなら、ここの地下の楽園市場を通っていくと楽しいです。ではここからちょっと地下に入っていきます。
いざ地下市場の探検へ。半端ないディープ感です。55年前に再開発によって地下に移転してからずっと続いている市場で、時が止まったままのような雰囲気です。食料品のほか、近所のおじいちゃんたちがお酒を飲みに集まる小さな食堂や、おばあちゃん家の台所にありそうな生活雑貨を眺めるのが楽しい。入ったところから反対側に抜けて地上に出るとインサドン。インサドンはメイン通りに雑貨やお土産物の店がたくさん集まっていて賑やかなんですけど、私的にはインサドンメイン通りの東側の小道に迷い込んで探検するのが楽しくておすすめです。朝鮮時代の古民家が密集して迷路のようになった路地には、伝統料理の食堂やお茶屋さんがたくさん潜んでいて、この場所だけの独特な雰囲気があります。お次は地下鉄。改札を入るときと出るときにワウパスタッチして、600年の歴史を持つ巨大市場、南大門市場へ。お土産や工芸品、服、輸入品などありとあらゆるお店がある。韓国の言い方だとないもの以外はすべてある市場です。夕方5時前後にお店が閉まり始めるので、それまでお土産を探したり、生活用品やファッション雑貨を買ったりしながら、名物のホットク屋さんへ。いろんな味がありますが、私は一番シンプルな蜂蜜ホットク推し。南大門名物のホットを買いました。いろいろあるんですけど、私はこの一番シンプルな蜜ホット、これホットが好きでこれを買いました。おいしい。この外側がパリパリカリカリっとなってて、中がトウモロコシの粉ともち米で作ってるそうなんですが、もうもっちりしてます。でこの中に砂糖とそれから松の実とかのそういう種子類、ナッツ類が入ってて、で砂糖が揚げてるうちにとろーっと溶けて、すごい香ばしくて甘い素朴で美味しい味です。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。すごい昔ながらのおやつなんですけど、めっちゃ美味しい。熱々。中からじゅわっと染み出してくる蜜とこの種がめっちゃ香ばしい。前は別のところにあったんですけど、移転してこの南大門が見える入り口からまっすぐ行ってすぐそこにあります。南大門をあちこち見て歩いたら晩ご飯を食べに行きます。ネイチャーリパブリックの向かいのカルグクスとマンドゥも大好きなんだけど、今日はこっちのこのビルの脇道にあるお店へ。その名も怪しいおいしい三枚肉。有名観光地の中にあるけど地元民からも人気の店。午後6時ぐらいから席が埋まるので早めに行くのがいい。お一人様でも2人前頼めばいいので、2人前注文しますと言えば OK。 メニューはサムギョプサル、コチュジャンサムギョプサル、締めのチャーハン。チャーハンを食べるなら肉を 5,6 切れ残しておくこと、冷たいきゅうりスープ、韓国式大根なますキムチ、ネギキムチ、ネギサラダ、サンチュ、ネギ、エゴマの葉。基本セッティング完了。
基本のサムギョプサル2人前、1人前が 150g と少なめなので、これで成人男性1人分ぐらいです。肉は美味しく焼かれた状態で出てくるのですぐ食べられます。オーソドックスだけどジューシーで弾力のあるいい食感。ニンニクとネギの風味もほのかに香る。サムギョプサルにはキムチ、お次はネギ、さっぱりした味で和えたネギの爽やかさで肉がさらに進みます。新鮮な野菜にいろいろ巻いていきます。派手さはないけれど、サムギョプサルのお供に必要なものが全部揃ってる。野菜がピンピンしているのもいいお店のポイント。肉と一緒にお野菜もりもり食べられます。名前の通り美味しいサムギョプサルと新鮮な野菜。路地裏の小さなお店で現地の会社帰りの人たちが集まる賑やかな雰囲気の中食べるのが旅の醍醐味で、韓国に来たという実感が湧きます。アプリから韓国の一般銀行口座への送金もできます。南大門市場からミョンドンまでだいたい500メートルぐらいなので、ちょっと腹ごなしにミョンドンまで歩いていきます。夜のミョンドンには夜市が立ちます。さまざまな食べ物の屋台が並び、たくさんの観光客でにぎわいます。基本屋台ではカードが使えませんが、ミョンドンの屋台ではカード決済が導入されていることと、最近アップデートされた銀行振込機能で現金決済のみの店ではワウパスアプリから振り込めるので、屋台もキャッシュレスで利用できます。さて、思い切り食べ飲み歩いた一日の締めは、表通りのにぎわいとは打って変わってローカル感あふれる路地裏食堂で、一人でも注文しやすいチゲや炒め物をつまみに一杯できる店。ここでキムチチゲ一人前注文すれば、おかずとチゲと締めのラーメンまで食べられて、リーズナブルに一人二次会ができます。というわけで、一日朝から目いっぱいソウルのここはまず見ておくべきの場所を巡ってきました。時間の許す限り全部詰め込んでみたんですが、多分普通の人の歩く量と食べる量じゃないので、いいところをちょいちょい取りながら、休みも取りながら参考にしていただけたらと思います。では最後に今日の締めとしてキムチチゲで二次会して締めようと思います。お腹はいっぱいなのに発酵したキムチの酸味で麺や汁物が食べられちゃいます。結構熟成キムチの酸味が効いたキムチチゲです。でも肉もしっかり入れてくれてるんで、旨味もある。このお店のいいところはミョンドンの中にありながらめっちゃ路地裏のローカル気分で食べられるっていうところと、あと一人でも、いろんなチゲとか、それからイカの炒めたの肉炒めとか、そういうので一人分9000ウォン前後ぐらいで、それをつまみながら一人で飲めるところ、あと大勢で来ても、肉でもチヂミでも何でもあるので、ミョンドンでこう軽く二次会とか締めるときもすごいぴったりだと思います。あと今回初めてワウパスを作って、
1日これだけで過ごしてみたんですけど、結論としては本当に韓国で暮らしてクレジットカードを持ってるのと同じようにほぼどこの店でも使えるし、バスに乗るとき、地下鉄に乗るときも問題なく使えるし、作るのが本当に思ったより簡単でした。お金の両替してとかいろいろあるのでめんどくさいかなと思ったんですけど、もうパスポートとお金を準備していればたった 2,3 分でできるのでとても簡単でした。あとはこれで本当にキャッシュレスで便利に旅行できます。いちいちお金数えたり出したりしないでいいので、これは本当におすすめです。ということで、ソウルの見どころと美味しいものを一気に詰め込んだ欲張り1日ツアーをここでおしまいにしたいと思います。見どころやいい食堂を効率的に回れるようなコースを組んだので、一部分でも楽しい旅の参考になれば幸いです。また違うテーマでもツアーを作ってみたいと思うので、何かリクエストがあればコメント欄にお願いします。では最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アンニョン。3分でできるワウパスの作り方。準備するものはパスポートと両替する現金のみ。韓国の観光地中心に各地に設置されているワウパス機器で言語選択。ワウパスカード、始める。新規カードを発行。このまま発行。ウォンに変えたい通貨選択。パスポートをスキャン。すべて同意する。確認して。はい。現金投入。初回のみメンバーシップ入会費5000ウォン差し引かれます。カード発行。ワウパスには交通カード機能がありますが、現在プリペイド機能と別口でチャージする必要があるため、交通カードに入れたい分現金で引き出しておきます。こちらは近日中にアプリ内で交通カードに直接チャージできるようにアップデート予定です。カードを受け取り有効化します。カードが出てきます。これが私のワウパスカード。差し込みます。金額がチャージされたら抜きます。カード発行完了。あとは裏面の QR コードでワウパスアプリをダウンロード。ここにカードナンバーがあるので、アプリで紹介コードカオトゥートゥコリアを入力してからカードナンバーを登録すればアプリと連結できます。アプリでは残高紹介、ワウパスアプリ間での送金などができます。紹介コードを入れると外貨でチャージするたびに 0.5% のキャッシュバックが受けられます。あとは駅でさっき引き出した現金を交通カードにチャージすれば交通カードも使えるようになります。簡単に作れて韓国旅行がぐっとスムーズになるワウパス。ぜひ使ってみてください。それではいい旅を。